魚の口からお金が出てくる？しかもぴったりの金額？魔法使いの話？実際に起きたリアルな出来事なんだ。次々とあれと思うような矛盾が浮かび上がってきます。聖書の中に隠されているとっても不思議なミステリー事件を解き明かしていきたいと思います。こんにちは。教会の牧師をしています。ジュナです。前回の動画見ていただけましたか？聖書を読み解くための7つの鍵。特に比喩という見方について一緒にシェアしましたよね。今日はその時手に入れた鍵を使って聖書の中に隠されているとっても不思議なミステリー事件を皆さんと一緒に解き明かしていきたいと思います。準備はいいですか？さあ、一緒に出発しましょう。皆さんも神話や昔話なんかを読んでいて、いやいや、さすがにそれは現実にはないでしょうってツッコミを入れたくなったことありませんか？実は聖書の中にも普通に読んだらって二度見しちゃうような不思議なエピソードがあるんです。今日のテーマはマタイの福音書に書かれているペテロと魚の事件です。当時のイスラエルでは20歳以上の大人は神殿のために税金を払うルールがありました。ある日、税金を集める人たちがイエス様の弟子であるペテロのところにやってきて、あなたの先生は税金を払わないの？と迫るんです。するとイエス様はペテロに信じられないようなアドバイスをします。海に行って釣り針を垂れてみなさい。そして最初に釣れた魚の口を開けると銀貨が1枚入ってるから、それを税金として払いなさいと。はい、ちょっとストップ。魚の口からお金が出てくる？しかも税金にぴったりの金額？これ皆さんどう思いますか？魔法使いの話？って思っちゃいますよね。ここから今日の操作がスタートします。果たしてこれは文字通りの奇跡の話なんでしょうか？この物語をいやいや実際に起きたリアルな出来事なんだとそのまま受け取ろうとすると、次々とあれと思うような矛盾が浮かび上がってきます。まずペテロはイエス様に出会った時、イエス様についていくために自分の船や網を捨てているんです。漁師を辞めたはずのペテロがいきなりまた釣り道具を持ち出しているのってちょっと不自然ですよね。さらに決定的なのが魚の動きです。100歩譲って水の中で魚が偶然コインを口にくわえていたとしましょう。でもその魚が釣り針に食いつくためには口を開けてコインを一度ペッて吐き出さないと針をくわえられませんよね。昔の偉い神学者たちもこの不思議な話を一生懸命説明しようとしてきました。例えばカルヴァンやマシュー・ヘンリーといった有名な学者たちは、これは魚の口からお金を取り出せるというイエス様の全知全能のパワーを証明するための奇跡なんだと説明しています。確かに神様なら何だってできるかもしれません。でも本当にそれだけなんでしょうか？単なる神様のパワーってすごいねという遠い昔話だとしたら、今を生きる私たちの毎日の生活にはあまり関係のない話になっちゃいますよね。そこで前回の動画で紹介したあの鍵の出番です。前回の動画では聖書には人を動物や物に例える比喩が何千回も登場するとお話ししました。実は聖書には聖書の中の言葉を使って聖書の謎を解くというルールがあるんです。数学の公式みたいですよね。ではこの釣りとか魚って聖書の中では一体何を意味しているんでしょうか？イエス様はもともと漁師だったペテロを弟子にするとき、こんな風に言っています。私についてきなさい。あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。つまり聖書において釣りをする、網を打つというのは世の中の人々に神様がどれほど私たち人間を愛してくれるかというメッセージを伝えて、人の心を動かすことの例えなんです。では釣りをする場所である海は何でしょう？これは私たちが今生きているこの世の中、社会のことです。そしていよいよ一番大切なピース。釣られる魚とは誰のことでしょうか？もうお分かりですよね。そう、人間のことなんです。ちょっとこじつけじゃないって疑ってるそこのあなた、旧約聖書を見てみましょう。アモス書やエレミア書、ハバクク書という場所にははっきりと人間を魚に例えて、釣り針にかけられるとか漁師に釣らせると書かれているんです。魚イコール人という比喩は聖書全体に共通する鉄板のルールなんですね。つまりこのペテロと魚の事件が本当に伝えたかったのはこういうことです。お金は魚が持ち歩くものではなく人が持ち歩くものです。イエス様はペテロに社会という海に出て行き、
人々に神様の愛のメッセージを伝えなさい。釣りをしなさい。そうして、あなたの言葉に感動した誰か、魚がきっとあなたを助ける、サポートしてくれるよと伝えたかったんです。どうですか？ただの非現実的な魔法のお話だと思っていたものが全く違って見えてきませんか？実は神様って空からパカーッと奇跡の箱を落とすような魔法使いではなくて、人と人とのつながりを通して私たちを助けてくれるんです。あまりにも自然な形で助けてくれるから、私たち自身も、あ、これって神様の助けだったんだ。その時は気づかないことすらあるくらい、すごくリアルな方法なんですよ。聖書は決して遠い昔のおとぎ話ではありません。その本当の意味を正しく理解すれば、私たちが今この時代に抱えている進路の悩み、就活、人間関係のストレス、将来の不安といった超リアルな問題を解決するヒントになるんです。そういう壁にぶつかった時、私たちはつい、誰か代わりにやってくれないかな、空から奇跡的にお金や解決策が降ってこないのかなって受け身になっちゃうことありますよね。私自身もよくあります。聖書を正しく学んでみると、日常を通して自然な形で働きかける神様を分かりやすく教えてくれています。私たちが自分から一歩踏み出して、自分のやるべきことに一生懸命向き合った時、神様は周りの人や自然な状況を通して、必ず私たちを助け出してくれるんです。少し過去を振り返ってみてください。あの時たまたまあの人が助けてくれてなんとかなったな。偶然良いタイミングで物事が進んだなってことありませんでしたか？もしかしたらそれってただの偶然ではなくて、神様があなたのために用意してくれたとっても自然な奇跡だったのかもしれません。聖書ってただ神様を信じなさいって書いてある堅苦しいルールブックじゃなくて、私たちの人生のリアルな悩みを解決してくれるとっても温かくて実践的なガイドブックなんです。この謎解きの面白さと深い人生の知恵をもっとたくさんの人に知ってほしいなと私は心から思っています。今日の動画を見て、なんか聖書って面白いかも。おとぎ話じゃなくて今の私の人生に使えるかも。で少しでも心が動いた方、ぜひご自身でも聖書を開いてみてくださいね。そして前回の動画でお伝えしたように、読む前に神様、今の私にこの意味を教えてくださいってちょっとだけ心の中で祈ってみてください。きっとあなただけの特別な発見があるはずです。最後に皆さんに質問です。今のあなたの人生における海はどんな状況ですか？そして今あなたが直面している課題や必要としているコイン、助けは何でしょうか？ぜひコメント欄で皆さんのリアルな思いや今の状況を教えてくださいね。もっと聖書について知りたいな。どこから読めばいいかわからないな。あるいはちょっと個人的に相談に乗ってほしいなという方は、概要欄にあるインスタグラムのリンクから気軽に DM を送ってください。普通の雑談でも大歓迎です。お茶を飲むような感覚で一緒にお話ししましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。